ようやくクラシック音楽本格始動ということで1720年代です。前回1710年代はバトーによってロココ美術の幕開けとなり、音楽界ではコレッリがまだ活躍していました。そしてスペイン継承戦争の講和条約であるユトレヒト条約が結ばれた時代でした。さて前回バトーの登場によって美術界は息を吹き返しましたが、まだ転換期ということなので多くの絵が描かれたり巨匠が登場したりするといったことにはまだなりません。美術界が本格的に盛り上がるのは1740年代以降からです。そしてこの1720年代はシャルダンが活躍していました。この絵のようにようやくフランスでもこういった生物画が描かれるようになってきました。1600年代に紹介したコタンの時にお話ししたように、ボデゴンが当時スペインで誕生しましたが、それはこのシャルダンによって受け継がれることになります。ちなみにこの絵にはオランダ黄金時代に描かれた生物画とは異なり、宗教的意味は込められていません。今後フランスでもこういった宗教的意味を帯びない生物画が受け入れられるようになっていきますが、それはオランダ黄金時代の時と同じく、フランスでも富裕な市民階級が台頭してきたため、こういった絵の需要が高まったのだと考えられています。しかしそれでも生物画や風俗画は絵画のジャンルで格下のままとどまり続けることになります。そしてこの絵のようにシャルダンはロココ美術とは全く関係のない画風で、さらに格下のジャンルである生物画や風俗画を描いた画家であるにもかかわらず、彼は特別にアカデミーでの仕事を任されるなど異例の待遇を受けた画家でした。しかし何といってもシャルダンは自画像が強烈にユニークです。個人的には彼が描いた絵よりも自画像が先に思い浮かんでしまうほどのインパクトがあります。さてこの1720年代の音楽界には突如として一気にビッグネームが4人も登場します。一体今まで音楽界は何をしてきたんだって感じです。まずは泣く子も黙るバッハの登場です。この時代になってようやく誰もが知ってるビッグネームの登場ですね。ようやくです。バッハ自身もっと古い人なんじゃないのとか思いきや、意外にも美術界はロココ時代に入っているというかなり意外な時代に登場します。しかし今まで音楽界は一体何をしていたのかというくらい不毛に近かった感じがありますよね。現代ではクラシック音楽といえばバッハ以降をイメージする感じで、実際それ以前の曲や作曲家はほぼ馴染みのないものばかりといった感じだったと思います。ということは逆にこの時代以降にかの有名作曲家や有名曲が詰め詰めで登場することになるのかと思いますよね。がしかしそれでもこの時代以降もしばらくはそこまで有名作曲家や有名曲は登場しません。悠長すぎですよね音楽界。大丈夫でしょうか、間に合うんでしょうか。そして現代でも聞いたことのある曲や有名作曲家の登場は19世紀に本当に一気に詰め詰めで登場してきます。もうちょっと余裕持ってほしいですよね。みんな19世紀のラストスパートに命をかけて登場してくる感じです。しかしこのように歴史を追っていくと、美術と違って意外にも音楽はかなり歴史が浅いということに驚かされますね。しかもバッハが登場してようやく本格的に始まったと思いきや、次の19世紀末でほぼクラシック音楽は終わってしまいます。このようにクラシック音楽と言われるものが意外なことにかなり短い歴史しかなく短命に終わるという事実は、クラシック音楽に対するイメージが大きく覆されるんじゃないでしょうか。さらにこのように歴史を振り返っていくと、21世紀後の音楽界が死に絶えたような状態になっているのもさほど驚くことじゃないのかもしれません。音楽がインターネットの登場によって売れなくなったことに対して、今後も新たな音楽が求められなくなるなんてことは絶対ないから大丈夫。安心して活動を続けたらいい。むしろ売れないことをインターネットの戦車はみたいな全然根拠のないポジティブすぎる無責任な意見が結構ありますが、このように歴史を追っていくと音楽が廃れる可能性は余裕でありそうですね。そもそも時代の変化に合わせて次々と新しいスタイルの音楽を作り続けたのは
この西洋音楽くらいのもので、例えばインド音楽とかは1500年間もの間変化していないらしいです。それくらい西洋音楽というものは音楽の中でも特殊なものだということでもありますね。そしてクラシック音楽と言われるものも20世紀以降死に絶えて、現在ではクラシック音楽系列の新作をどこかの作曲家が作っていても誰にも顧みられることはなく、現在コンサートなどで演奏されるのはこのバッハや主に19世紀に一気に登場する作曲家たちが作った音楽ばかりです。現在クラシック音楽の系列の作曲家は存在しないに等しく、事実上新曲は存在せず、ひたすら昔の曲を演奏家が演奏し続けているという状況です。さて J.S. バッハとはヨハン・ゼバスティアン・バッハの略です。後の時代にこのバッハの息子たちが活躍するので、彼らと名前の区別をつけるためこのように J.S. バッハと呼んだり表記したりします。そして現在では音楽の父と呼ばれる偉大なバッハですが、実はバッハは別に西洋音楽の創始者でもなければ新しいスタイルの音楽を作り出したわけでもなく、1600年代に登場したモンテベルディ以降のいわゆるバロック音楽期の最後に登場した集大成者という位置づけです。そしてさらに驚きなことに、バッハといえば当然クラシック音楽を代表する偉大すぎる大作曲家ですよね。誰もがその名前を知っていて、クラシック音楽を全然知らなくてもバッハとベートーベンとモーツァルトの名前が出てくるぐらい超有名な作曲家の一人ですが、なんと驚くべきことにバッハは生前はからっきし大した存在ではありませんでした。バッハは生前地元以外でも知れ渡るような有名な作曲家では全くなかったし、さらに例によって死後完全に忘れ去られました。これは死ぬほどの驚きですよね。実際のところバッハは音楽の父というよりは遠い親戚のおじさんくらいの存在といった感じです。しかしたまたまこの時代から100年後にある天才作曲家がおばあちゃんにクリスマスプレゼントでバッハの楽譜をプレゼントしてもらったのがきっかけで、彼はその曲をえらく気に入り、いろいろ苦労しながら数年がかりでなんとかコンサートの実現にこぎつけ、コンサートを開いたらこれが大成功を収め、当時のドイツナショナリズムという時代の流れも後押ししてバッハが神のごとく君臨することになります。ですのでもしその作曲家がその曲を何としてでも聴衆に聴かせたいと奔走しなかったら、というかむしろおばあちゃんが安い楽譜でクリスマスプレゼントを適当に済まそうとしたのかよくわからないけど、そのバッハの楽譜を買い与えなかったら今頃我々はバッハの名前も曲も知らなかったという可能性が濃厚です。これはもはや1500年代にお話ししたモナリザ以上の驚きと言えるかもしれません。このようにバッハ大先生はいろいろと驚きなポイントが多すぎる人物です。というよりも後世においてバッハに対する勝手なイメージを作り上げたせいだと思います。そしてバッハに限らず、まだこの時代は以前と同様現代イメージする芸術家ではなく、教会や宮廷などに雇われている職人でした。美術の世界と同様、彼らは今みたいに個性を発揮する自由な芸術家などというものではなく、注文主から求められているものを淡々と作っていく職人といった存在でした。そしてバッハは特にそういった職人の中の職人といった気質な人で、格別名声とかを追い求める感じではなかったようです。それでいてこんなにも良い曲を書けてしまうのはすごいことですね。ちなみにバッハは頑固一徹な性格のため周囲とぶつかりまくっていた人物だったようです。当時教会の合唱隊に女性が入ることは許されない時代だったにもかかわらず、バッハはおそらく後に妻になったであろうと思われる謎の女性を勝手に教会で歌わせたり、オルガン席にも見知らぬ女性を招き入れるなど結構勝手なことをしていたようです。そしてバッハは有名作曲家でもなかったので、当然生活は豊かではなく、常に少しでも良い待遇の条件のあるところはないかと職探しをしていましたが、そのくせ1ヶ月の休暇をもらったのに3ヶ月以上帰ってこなくて怒られたりしています。しかもこの休暇の目的は1680年代に登場したブクステフーデの演奏を聴きたいというもので、なんとバッハは400キロもある道のりを歩いて行ったそうです。マラソンの 42.195 キロの約10倍ですね。よく靴ずれしなかったなと思います。そしてバッハはその地でブクステフーデの独自なスタイルのオルガン演奏を聴いて感銘を受け、後にそれを地元の教会での演奏に取り入れますが、そのような余計な個性など求めていない教会からまた怒られたりしています。結構むちゃくちゃなことをやってるバッハ大先生です。
ちなみにこの時死の2年前である最晩年のブクステフーデから30歳近い娘との結婚を条件に教会オルガニストの地位を引き継げるという相当に待遇の良い話をバッハは提示されましたが、バッハは辞退しています。他の作曲家も同様にその娘と結婚する条件が原因でその申し出を辞退していますので、バッハもおそらくその娘と結婚するのが嫌だったものと思われます。さらに当時雇われの身である音楽家が君主に逆らうことなどありえないことですが、バッハは勝手に辞表を叩きつけ1ヶ月間投獄されています。さらにバッハ自身が指導していた学生の下手さにイラついて暴言を吐いたことから乱闘騒ぎになり、あわや決闘になりかけたりと、かなり頑固一徹すぎていろいろ問題を起こしていたようです。この辺りも現在のバッハのイメージと違って意外ですよね。ちなみにバッハは晩年白内障となり視力も落ちてきたので、当時名医と言われながらも手術に失敗しまくって、一説には何百人もの患者を失明に追い込んだとされるジョン・テイラーなる一言で言えばやぶ医者がいましたが、バッハはそういったことを何も知らず、このジョン・テイラーに目の手術を依頼しました。しかし当然のごとく手術は失敗し、バッハは失明し熱を出して倒れ、術後約3ヶ月後に亡くなってしまいます。しかもそのジョン・テイラーは手術は大成功だったとか後に事前に書いたらしいです。こちらがそのとんでもないやぶ医者ジョン・テイラーです。見えるからにうさんくさいですよね。現代でも怪しいセミナーとか開いて儲けてそうです。特に何でも私にお任せあれみたいな右手が余計にうさんくささを煽っている感じですね。次はヘンデルの登場です。一気にビッグネームがわんさか登場する感じですね。やはりバッハ同様、ヘンデルももっと昔の人じゃなかったのとか、この時代にようやくビッグネームが登場するのといった感じで驚きますね。ちなみにヘンデルとバッハは同い年です。今でこそバッハがいてその下にヘンデルって人なんかいたよねって感じですが、当時は全く逆の立場で、ヘンデルは国際的に相当な名声を博した作曲家でした。そしてヘンデルは死後もその名声が続いた最初の作曲家とされています。ベートーベンもヘンデルこそが最も優れた作曲家だと答えたと言われています。しかし現在ではヘンデルの作品が演奏される頻度はそう多くなく、作品のほとんどは忘れ去られてしまっています。ちなみにこの時代以降でも忘れ去られた作曲は多く登場しますし、名前だけ残っていて演奏されることはほぼないといった作曲家も多く存在します。なんとも当てにならない世界ですね。ちなみに先ほどの曲は調子の良い鍛冶屋とか愉快な鍛冶屋と呼ばれていますが、ヘンデル自身がそういうタイトルをつけたのでもなく、誰がどういう意味でいつそのタイトルをつけたのか不明とのことです。そしてヘンデルは主にイタリアやイギリスで活躍し、オペラで大成功を収めました。しかも彼は長年イギリスで活躍したので、後にイギリスに帰化しています。ちなみにバッハはヘンデルに会いたがっていて、ヘンデルがドイツに戻ってきた時を見計らってぜひ会いましょうと使いのものを出したけれど、普通に断られています。この2人は出身地も近かったのに生涯会うことはありませんでした。ヘンデルは当時高い評価を受けていた大物でしたが、バッハはさほどの存在ではなかったためか、ヘンデルの方はバッハのご熱心なラブコールを無視した形になったようです。しかし奇遇なことに、このヘンデルもブクステフーデから教会オルガニストの地位を引き継がないかと持ちかけられますが、娘との結婚の条件が出た途端、彼は興味が失せて辞退しています。一体どんな娘さんだったんでしょうかね。しかしブクステフーデも最晩年で後継者探しに必死だったというよりは、娘を結婚させることに必死だったようにも思えますね。むしろ教会オルガニストのポストは餌で、娘を結婚させることが主眼だったんじゃないかと思えてきます。さらに奇遇なことに、このヘンデルも名医といってはばからないやぶ医者の鏡ジョン・テイラーの目の手術によって健康状態を悪化させて死んでしまいます。しかもこのジョン・テイラー、治療といっても目薬に鳩の血を使うとか
かなりヤバい治療を施していたらしいです。ヘンデルの場合は失明してしまった後にジョン・テイラーに治療を施された形ですが、その意味不明な治療のせいで健康状態を悪化させて翌年に死んでしまいます。ヤブの極み、偉大な作曲家を葬り去ることにかけた右に出る者はいない死神ジョン・テイラーです。そして3人目の大物作曲家はビバルディです。続々とビッグネームが登場しますね。ビバルディはイタリア出身で、バッハ、ヘンデルの7歳年上です。彼は赤毛であり、司祭でもあったことから赤毛の司祭と呼ばれていました。当時イタリアのベネチアでは、慈善団体や教会によって孤児収容施設を設立する活動が行われており、ビバルディはそういった孤児院であるピエタ慈善院というところでバイオリン教師となり、子供たちに音楽を指導していました。ちなみに孤児収容施設といっても引き取り手がいなければ女性は生涯そこにいることになったので、実際は平均年齢約40歳の女性たちでした。もはや孤児ではなさそうですね。そして彼女たちが行うコンサートはピエタ慈善院の運営を支える大きな資金源となりましたので、ビバルディはそのコンサートのための曲も作曲しました。さらにビバルディは教師としての手腕も素晴らしく、ピエタ慈善院を優れた音楽団体に育成し、優れたオペラ歌手などを輩出し、果ては逆にこの孤児収容施設に貴族が娘を送り込んで教育を受けさせるまでになります。ビバルディの手腕恐るべしです。そしてこのビバルディによる影響もあって、今後ヨーロッパ中で音楽学校が徐々に設立されていくことになります。さらにビバルディは山岳賞構成の独奏協奏曲のジャンルを確立したとされています。当時ビバルディの名声はヨーロッパ中に知れ渡っていましたので、その影響力は大きく、ドイツの作曲家もビバルディの景色で協奏曲を書くようになります。このようにビバルディは今後の音楽に大きな影響を及ぼした作曲家です。ちなみにビバルディはかなり早く曲を作ることができたかなりの多作家で、生前は高い評価を受けていましたが、例によって死後急速にその名前を忘れ去られ、20世紀になってようやく再発見され脚光を浴びた作曲家です。このビバルディですら忘れ去られていたというのは驚きですね。一体どんなことしたら覚えてもらえるのでしょうかね。しかし再発見されたものの、ビバルディの曲はどれも似たようなものであると20世紀の作曲家から批判を受けます。余計なお世話ですよね。最後にテレマンです。テレマン誰って感じですよね。名前も顔も音楽も知らんって感じですよね。しかし実はなんとこの人、この時代でぶっちぎりの一番の大物です。テレマンはバッハはもちろん、かのヘンデル以上の極めて大きな名声を博し、18世紀前半のヨーロッパにおいて一番の人気と名声を誇っていました。さらにテレマンはいろんな楽器を弾きこなせてしまう相当なマルチミュージシャンでもありました。しかも彼は86歳と長生きしましたが、その間ずっと作曲をし続け、さらに常に流行の先端を走り、次の時代への橋渡しをするという大きな貢献まで果たした作曲家でした。相当にすごい人物、テレマンです。しかし86歳まで創作意欲が衰えず作り続けてたというのもすごいですが、その間死ぬまで時代の先端に立ってたというのがさらにすごいですよね。普通だったら古いスタイルに固執しがちになるものですよね。テレマンさん、いろいろ半端ないです。もはや大作曲家の域を通り越しているくらいですね。しかしテレマンは流行に迎合しすぎた曲を多数作っていたせいか、死後評価は急速に下がってしまいます。現代のポップミュージシャン的な感じですかね。しかもこの人はビバルディやバッハのような再発見や再評価を受けていない感じで、現代でも知らない人が大半だと思います。それにしても生前の名声と死後の評価のギャップが激しすぎますよね。
ここまで激しく死後忘れ去られた人は他にいないと思います。さらにこのテレマンは楽譜の予約販売とか特別価格で先行販売とか音楽雑誌を出版してその中で新作の楽譜を載せ続きは事後に載せるなど新手の商売方法を構築するなどかなりの商売上手でもありました。多岐にわたって相当にマルチなテレマンです。ちなみにテレマンはバッハ・ヘンデルより4歳年上でそれぞれと親密な交流関係があったようです。彼は冗談のセンスなんかも良かったらしく結構いろんな人々と良好な関係を築けた人物だったようです。さてこの1720年代は三大バブルと言われる2つのバブルが同時に起きます。それはイギリスで起きた南海放末事件とフランスで起きたミシシッピバブルです。ちなみに三大バブルのもう一つは約100年前の1630年代にお話ししたオランダで起きたチューリップバブルです。まず南海放末事件ですが、前回1710年代にお話ししたようにユトレヒト条約によってイギリスがアメリカ大陸のスペイン領への奴隷供給契約を獲得しましたが、イギリス政府はこの権利を南海会社に委託しました。そして南海会社は大きな宣伝を行い、さらに南海会社の株を購入した者はそれを担保にお金を借りて株を買うことができるという株をローンで購入できるシステムを導入したので、皆こぞって南海会社の株を買い始め株価がぐんぐん上がり続けました。さらに同時に実体のない怪しい謎の会社が便乗して乱立し、それらの株も多く買われました。しかし1720年に事業の不振が明るみに出て、当然のごとく株が暴落し倒産し、多くの投資家が破産したという事件です。この放末というのは暴落後実体のない謎の会社たちが泡のように消えたということを指しており、現在使われるバブルの語源になりました。一方フランスのミシシッピバブルはワニとかしかいないような北アメリカ大陸のミシシッピが今後すごいことになるなんて言って煽っていたジョン・テイラーならぬジョン・ローという人物が原因で株価が大きく上がりましたが、実態はワニしかいないようなところなので、途中で一部の投資家がこの株価は実態を反映していないと気づいたため一気に暴落しました。しかしこのジョン・ローはここで引き下がらず株価を安定させることによって実際ミシシッピはすごいぞと見せかけるためにフランスの中央銀行に株を買い続けるよう指示します。しかしそれを続けていくうちについにはフランス中央銀行の資金が尽きてしまいます。しかしまだ諦めがつかず起死回生できると睨んだジョン・ローはそのために紙幣を刷る許可を与えまだ買い続けさせます。しかし結局は大暴落し、それによって資金の尽きたフランス国家は紙くず同然の株券を大量所有することになり、金融制度は大打撃を被り、後の歴史的な社会革命であるフランス革命を招く要因とまでなりました。しかしこんなことをしでかしたジョン・ローはうまいこと国外逃亡してしまいます。この2つの事件以外にはこの時代は大きな戦争とかもなく至って平和な時代でした。2人のジョンがやらかしたくらいですね。そしてこの時代にはガリバー旅行記が出版されました。前回のロビンソン・クルーソーに並んで有名な小説ですね。スウィフトもロビンソン・クルーソーのデフォー同様、政府を風刺した作家です。この時代イギリスはアイルランドに経済政策を行っており、アイルランドは貧困にあえいでいたということが原因の一つとして、アイルランド生まれであるスウィフトはこのガリバー旅行記でイギリス社会を批判しています。実際ガリバー旅行記はいろいろとかなり強烈に風刺していますので、大人が読んでこそ理解できる内容の本だと思います。それでは最後にこの時代に書かれた絵を2枚紹介します。最初の絵はこちらです。ウードリーも今回登場したシャルダンと同様、ロココ美術とはほとんど関係していない絵を描いています。そしてこの時代のフランス王であったルイ15世がハンティング好きであったため、ウードリーは動物画を多く描くことを依頼され、結果動物画を多く残しています。最後の絵は前回登場したバトーによる作品です。
この絵はバトーの死の1年前に描かれた最後の作品で、彼の友人でもあった画商のジェルスさんの店の看板として描かれました。左の箱に入れられようとしている肖像画は、この5年前に亡くなったルイ14世の肖像画と言われています。もしそうだとすると、時代が変わったことを象徴しているかのような絵ですね。ということで、1720年代は一気に大作曲家たちが登場した時代となりました。まず画家では生物画や風俗画の画家であるシャルダンが例外的に活躍し、音楽界ではジェース・バッハ、ヘンデル、ビバルディ、テレマンといったそうそうたる大作曲家たちが活躍し、イギリスでは南海放末時代、フランスではミシシッピバブルが起き、スイフトのガリバー旅行記が出版された時代でした。次回は1730年代です。史上最も多くの曲を作った作曲家の曲数についてです。それでは。